どうも皆さん、カイトです。今回は2023年下半期に面白かったインディーゲームベスト10ということで、2023年7月から12月までにクリアしたゲームの中で個人的にマジで面白かったと思う作品たちをベスト10ランキング形式でご紹介させていただこうかなと。下半期もインディーゲームがたくさんリリースされてて、どれをプレイしようか悩む贅沢な日々でした。それらを振り返りつつ感想を含みながらお伝えしていきたいと思います。なおランキングは完全に私の独断でつけているのでご了承ください。めっちゃマニアックな作品を多くプレイしているんで、一つでも心に刺さったゲームがあると嬉しいです。では早速やっていきましょう。第10位、忍びノングラータ。このゲームはスタジオピコが開発、フライハイワークスから販売された 2D 忍者アクションです。往年のレトロスタイルの絵のタッチが特徴で、ステージクリア型のシンプルな仕組みが加わり、すごく面白かったです。本作は風魔人の末裔であるカイナが如月玄馬率いるオボロ一党をとっちめに行くお話。メインウェポンの刀を振り回しながら6つのサブウェポンを切り替えながらの戦う戦略性も高く、なおかつゴリ押しで突破できる点が魅力的でしたね。各ステージには忍者や魑魅魍魎にあふれる世界観も素敵で、オールドスクールなディティールはどこか懐かしさも感じさせます。難易度も適度に高いのも特徴的で、弾幕あふれる敵の攻撃をうまくかわしながらダメージを与え、最終的に大筒ぶっぱ強すぎるといったバラエティ豊かな戦闘スタイルが楽しめます。クリアとしては3時間ぐらいのボリュームで、ちょっとした息抜きにでも触ってみてほしい。カイナを操作して魅力的なボスを切り刻みに行こう。忍びノングラータは各プラットフォーマーで好評配信中です。第9位、和街道誠の事件簿トリロジーデラックス。このゲームは墓場文庫が開発、ルーム6から販売された1時間でクリアできる推理アドベンチャーです。見た目のせいなのかあんまり話題にはなっていませんが、それを補うような推理要素とストーリーがめっちゃ面白かったです。主人公である探偵和街道誠が数々の事件に巻き込まれて、全ての物語が一つの点で繋がっている真相を明らかにしていくお話。感覚的には逆転検事のような操作パートに集めた情報を頭で構築する情報パートがあり、それを交互にプレイしていく感じです。会話ベースで物語が進行するため、集めた情報をセットすることでさらにパーツを集めて解いていくのが面白い仕掛け。黒白赤の3色ベースの色使いが巧みで、 2D ドットでの限られた世界観でもうまくプレイヤーを没頭させてくるのがやってくれてんなと。また和街道誠がクールでハードボイルドな雰囲気が好みで、何気なくタバコをふかしてる姿がとても惹かれる。エピソードは4つあり、ほんまに1エピソードは1時間程度でクリアできるのもプレイしやすいところかなと。様々な事件を足を使って解決しよう。和街道誠の事件簿トリロジーデラックスは任天堂スイッチ、Steam で好評配信中です。第8位、アフタードリーム。このゲームはジェシー・マコネンが開発、ゲーマーゲームズから販売された現実と夢が混合するような世界を探索するサイコホラーです。シンプルなサイドビューの 2D ドットで展開され、ホラーのあるある要素が探索とミックスし、カメラを使ったギミック操作も加わって普通に面白かったですね。ジャンプスケアが多いのも特徴なので、そのあたりには少し注意した方がいいかもしれません。主人公のジェニファーがとある男性との対話から始まり、彼女の意識が夢のような状態に頻繁に移行してどうなるかというお話。サイコホラー的な演出が多いのもプレイ中に伝わり、カメラで着実にピースを集めていくが、それが現実なのか夢なのかの区別がだんだんとつかなくなってくるのがプレイヤーを混乱させてきます。マジでこういうシンプルな設定でええねん。いきなり文字化けした時は演出かと思いましたが、普通にバグだったのはご愛嬌ですね。ジェニファーの真実を自分で見つけていく中で様々な状況下を体験できるのは見もの。ボリュームとしては4時間程度でクリアできるんで、 2D ドットのホラーを求めている方はプレイしてみてはどうでしょうか。アフタードリームは各プラットフォーマーで好評配信中です。第7位、ドールエクスプローラー。このゲームはピコゲームズが開発販売されたドールと一緒にダンジョンを冒険するデッキ構築型ローグライトです。ダンジョンをサイドスクロールに展開していき、決められたターン数でのマス目方式ながらドールを誘導しながらの戦略性がめっちゃ面白かったです。主人公のティアが魔法生命体ドールと共に魔族の王女リリスと協力してセクシーなモンスターにお気を据えに行くお話。ドールとティアのゆりゆり感にそそられるのと、モ
モンスターの造形が異様に良かったのがやばい。それとは裏腹の戦略性抜群のローグライトがマッチしてて、いかにマス目行動の無駄をなくしながら行動方法などをパネルにセットし、節約しながらの攻略していくのは屈戦になりましたね。何度でもプレイしたくなるようなバランスも絶妙という言葉が当てはまりました。ステージ数は決して多くはありませんが、限られたダンジョン探索を楽しめるのもポイントです。全実績解除で11時間かかりましたが、クリアとしては8時間ほどでできる感覚なんで、気軽にダラーっとハマってみてはいかがでしょうか。急なアニメーションでテンションが爆上げするドールエクスプローラーは Steam で配信中、Nintendo Switch で販売予定の作品です。第6位、テスラグラッド2。このゲームはレインゲームズが開発、モーダスゲームズから販売された電磁の力で冒険する物理演算パズルアクションです。まずは一言言わせてください。ほんまに誰も知らんのなんでなん。前作ありきのストーリー設計には見えますが、プレイングだけがつながりだと思ってもらって大丈夫です。テスラマンサーのルミナが乗っていた飛行船が予期せぬ事態で不時着をしてしまい、家族の元に帰るために奮闘するお話で、スピーディーな操作性と頭を使うパズルアクションが爽快感あふれてめっちゃ面白かったです。前作の癖のある操作性が2になってから改善され、キビキビ動く快適な操作感が加わったのが非常に大きい。さらにメトロイドバニア要素のアリノスマップの探索も楽しく、スライディングで高速で動けるスピードに磁場を使った空中遊泳の難しさ、ちょっとしたボスバトルなども良かった。クリアとしては4時間30分ほどではいけるんで、値段も合わせてセール時のチョイスがベストかもしれません。ルミナで物理演算を体験するテスラグラッド2は各プラットフォーマーで好評配信中です。第5位、ブランブルザ・マウンテンキング。このゲームはティム・フロストスタジオが開発、マージゲームズから販売された北欧神話をベースにしたホラーアドベンチャーです。ちなみに Steam では圧倒的高評価に知らぬ間になってました。主人公のオーリがお姉ちゃんと一緒に森に出かけた際、思わぬ怪物にお姉ちゃんがさらわれ、オーリが一心不乱に探しに行くお話。公式ホームページ以外のストーリー説明に姉ではなく妹を救うとの誤った情報があるので注意してください。本作は金額は4000円オーバーしますが、リトナイを思わせるパズルギミックや奇怪なビジュアル、単純ながらも分かりやすいストーリーが特徴でめっちゃ面白かったです。初めてこの手のジャンルのゲームをプレイする方でも全然楽しめるかなと。ボス戦ではトロールの恐怖を感じさせるスリリングなバトルが展開され、特に魔女戦のグロい描写も見どころの一つ。北欧神話のリアリティがとても伝わりました。童話を思わせる世界観も魅力的で、何かを追う、そして逃げるなど、好きな人には好きな設定がくすぐってくるが仕方ない。個人的には小人たちがわちゃわちゃ動く姿が何とも切なかったです。クリアまでは4時間30分というサクッと具合も、レイちゃんを救い出すにはちょうどいいのもおすすめですね。オーリが光の剣で織りなすこの興奮。ブランブルザ・マウンテンキングは各プラットフォーマーで好評配信中です。第4位、ライカエイジトゥルーブロード。このゲームはブレインウォッシュギャングが開発、ヘッドアップパブリッシングから販売されたバイクで荒野を駆け巡るメトロイドバニアアクションです。不死身のコヨーテライカが部族の誇りをかけてバードたちに占領されている世界を取り戻すお話。移動手段は全てバイクという稀有なスタイルでシビアな操作を求められて、なおかつ銃弾をエイムで合わせながらのバレットタイムはめちゃくちゃ面白かったです。美麗な 2D の手書きアートもテンション上がりますが、何よりも優雅にバイクで荒野を走り出す様子は次へのステージのワクワク感がやばい。全然プレイングがうまくいかない方が多いんですけど、それを乗り越えてのバレットタイムで無双できた時のアドレナリンはぜひプレイして感じてほしい。探索場所のマップ地図が購入して開放されるホローナイト仕様なのも探索しがいがあって、適度にこなしていくサブミッションの多さもやりごたえが十分に伝わりましたね。ボス戦はとにかくプレイングが求められるのも今まで培ってきたのを披露する場としては最適でした。とにかくバイクですが頻繁に起こるのも特徴の一つなので、初めは転ばないように慣れていくのがいいかもしれません。クリアとしては26時間となかなかのボリュームでしたが、高難易度の点を含めて御の字かなと。バイクに乗って荒野でデスるライカエイジトゥルーブロードは PS5、Xbox、Steam で好評配信中です。第3位、ブラスヘマス
2。このゲームはザ・ゲームキッチンが開発、チーム70から販売された再び奇跡に立ち向かうとんがりコーンのメトロイドバニアアクションです。前作ブラスフェマスの続編であり、高難易度を引っ提げて登場と思いきや、かなりマイルドな仕上がりでリリースされた作品ですね。それでもソウルライクを感じさせるアクション要素からメトロイドバニアの探索を充実させた仕様、さらに武器が3種類に増えたバトルバランスはめちゃくちゃ面白かったです。前作では針による一発ですが頻繁に起こったんですけど、本作からはダメージ判定に変わっているのもマイルドになってプレイしやすかったかなと。それで簡単になったかというとはそうではなくて、3種類の武器を巧みに操りながらのダンジョン探索に重点が置かれ、そこで出会う敵のやらしい配置での戦闘や油断すると体力を一気に持ってかれるのは相変わらず、ボスに関してもヒューマン寄りが増えたせいか奇跡に投じたグロイ系の数は少なくなったなと感じつつも、一定のゴア要素は垣間見えたので続編をちゃんとプレイしてんなって感じ取られました。何よりも無印の時よりもキャラクターの手触りがすこぶる良かったのが一番でしたね。宗教感マックスなので何言ってるかわからない描写も多いんですけど、それは勢いとゲーム性でカバーできます。クリアとしては25時間ほどでいけたので、通常ボリュームとしては15時間見ておけば良いです。無印で挫折をした方は2で再び挑戦してみるのはいかがでしょうか。ブラスフェマス2は Nintendo Switch、PS5、Steam で好評配信中です。第2位、シー・オブ・スターズ。このゲームはサボタージュスタジオが開発販売されたレトロモダンスタイルな JRPG です。ゲームオブザイヤー2023でベストインディーゲームにも選ばれた作品ですね。マジでおめでとうございます。1990年代のクロノトリガー、スーパーマリオ RPG などの影響が大きく反映されているのは最近の話で、久しぶりにがっつりと RPG をプレイした自分にとってはめちゃくちゃ面白かったです。邪悪な錬金術師フレッシュマンサーが生み出した怪物により世界は甚大な被害を受けており、その支配を打ち砕くのが火と太陽の力を秘めたバレアとゼイル。彼らと協力する幼馴染のガールと一緒に世界を救いに行くお話です。見た目からオマージュを感じ取られるインパクトにマップ移動での懐かしさ、シンボルエンカウントでバトルに突入したと思いきやアクションコマンドによる緊張感のあるターンベースなど、あの頃の思い出が一気に蘇る様はプレイしていて込み上げてくるものがありました。またインスパイア作品をプレイしていなくても丁寧なチュートリアルでのシステム設計も見事で、リニアにストーリーが進行しながらもこの2人が一体どんな展開が待ち受けているのかが非常に楽しめましたね。同じ会社が出しているザ・メッセンジャーというゲームもありますが、こちらはシー・オブ・スターズの前日譚ということもあり、同じ BGM の場所なども存在するので2倍で楽しむことができます。またレベルアップ要素にもオマージュを感じ取られ、ステージごとの細かなギミック操作もどことなくレトロな甘い記憶を思い起こさせてくれます。ちなみに難易度は少し高い部類に入るんで、秘宝というチートアイテムをオンオフすることで緩和でき、難しいと感じた方はオンにしてみてください。クリアとしては31時間ほどでいけるんで、がっつりとプレイできるボリュームなのも嬉しい限り。あの頃に戻って王道な JRPG をプレイしよう。シー・オブ・スターズは各プラットフォーマーで好評配信中です。第1位、サンナビ。このゲームはワンダーポーションが開発、ネオウィズから販売されたチェーンフックを使った 2D アクションです。いろいろと下半期でプレイしたゲームの中で一番を考え抜いたんですけど、心を揺さぶられた点にスポットを当てた瞬間にこれが一番だったなと感じ取られました。チェーンフックで爽快なステージを攻略しながら 2D ドットで上手に表現されたストーリーライン、最後のどんでん返しを含めてどえらい面白かったです。退役軍人の父親が娘ちゃんとひっそりと暮らしていたら、突如サンナビにより娘ちゃんが悲劇に巻き込まれてしまいます。元凶のサンナビに復讐を誓った父親が我を顧みずに突き進むお話。チェーンフック、いわゆるワイヤーアクションでステージを攻略していくんですけど、広々とした箇所にワイヤーをぶち当てながらくるくると動いていく操作性はすっこぶる良くて、爽快に動けた時のアドレナリンは半端なかったですね。ライカ同様に全然うまくいかない時の方が圧倒的に多いんですけど、リトライ性を含めて何度でも挑戦してしまうんですよね。その何度でも挑戦してしまうのがストーリーの一択。パケデザイン、トレーラーからは想像つかないと思いますが、ほんまにストーリーがすごくいいのが本作。娘ちゃんの復讐劇という単純ながらも、道中で出会うマリちゃんとの関係性、
さらには軍隊との大きな関わり、徐々に明らかになっていくサンナビの正体など伏線がいくつも散りばめられているのが先が気になる展開にさせてんなと。後半の一部が日本語ローカライズが崩壊してしまったり、アクションがバチクソに難しい場面でコントローラー投げそうになりますが、それを補うぐらいのラストの畳みかけ具合で涙腺持ってかれました。難易度も細かく設定されているんで、ノーマルでも難しいと感じた方はイージーでもいいのでストーリーを堪能してほしい。サンナビの謎をひたすら追求しよう。サンナビは Nintendo Switch、Steam で好評配信中です。以上になります。今回は2023年下半期に面白かったインディーゲームベスト10を紹介しました。テスラグラッド2、ブランブル、ザ・マウンテンキングは単独ではアップしていませんが、個人的にはランキングに入るぐらい面白かった作品でしたね。めっちゃマニアックで偏っているなと感じていますが、ダークホースのサンナビの登場で上位勢が色々と変わりました。いつも通りのカイトらしいランキングにはなっているのではないかなと。ザ・ラストフェイスやテビーは11月にリリースされてるんですけど、2024年に個別で紹介する予定なんで含まれていませんのであしからず。2024年もどんどんゲームを紹介していくので引き続きよろしくお願いします。やっぱり 2D やサイドビューゲームがめっちゃ好き。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。